ビュンって、あ、やべ、なんかすげえ鼻声。はい、皆さんこんにちは。車の大地社員カッカシルピーです。今回はこちら、皆さんご存知でしょうか。シルクドライヤーエボですね。ジーオンの新商品、シルクドライヤーのニューバージョンになります。で、シルクドライヤーって言ったらかなり吸水力の高い拭き上げ用タオルですね。それのニュータイプということで、気になってる人もねやっぱ多いみたいです。使ってみてくださいっていう声も多かったので、今回使っていこうと思います。で、ちなみに M サイズと S サイズ、シルクドライヤー同様2種類のサイズがあります。で、M サイズの方が 70×90 センチ、S サイズが 50×55 センチ。これは過去のじゃないな、今も販売されてるのかな、シルクドライヤーエボじゃない方ね、通常のシルクドライヤーと同じサイズ展開になっております。金額が先ほどちょっと調べましたが、どれぐらいだったっけな、調べたんじゃないんかいってね。僕が今見てる楽天のページではシルクドライヤーエボじゃない方ですね、送料込みで4730円、シルクドライヤーエボの方が5060円、300円ほど高いのかな、ちょっとだけ高くなっております。で、違いは今ここにあるのが、一番上のがエボ、下がシルクドライヤー、ただのシルクドライヤーですね。エボもね2種類あるみたいなんですよ。これはビッグロゴっていうこういった感じでロゴが大きく入っているタイプです。これは何だろうね、宣伝的なところと、あとシルクドライヤーってかなり偽物が出回っていたみたいなので、そこら辺の対策なのかちょっとわからないんですが、ロゴが入ってるタイプと入っていないタイプ、入っていないタイプっつってもうっすら入ってるのかな、こっちとか入ってるんですよ。なんかちょっとエンボスではないけど同色の感じで入ってるんですが、違いとしてはまずパッと見でいくと色ですね。エボの方は紺色っぽい感じ、青ですね。エボじゃないただのシルクドライヤーの方は紫。一番下のやつはかなり使い込んで色あせちゃっています。エボとエボじゃない方の違いは、僕聞いたところはエボの方がちょっと薄くなっていて絞りやすくなっていますと。この毛みたいなやつあるじゃないですか、ドレッドヘアみたいなこううねうねなってるやつ、これがちょっと長くなってるみたいな話聞いたんですよね。吸水力が 50% アップしているみたいです。で 50% って言ったらシルクドライヤーの方でもかなり吸っていたので、 50% アップしたらもう塗装まで吸っちゃうんじゃねえのかなっていうぐらい本当かいってちょっと思っているんですが、今回はちょっと使い比べていきたいなと思っています。で、厚さで言うと正直わかんないですね。厚さとこの毛の長さ、さっきねちょっとね見比べてみたんですが、正直今のところ分かってないんですが、エボの方が柔らかいですね。けどこれは新品だからなのか、ちょっとね使い込んでいくと硬くではないんですが、ちょっとねガサガサする感じあるんですよね。これがただのシルクドライヤーね。でこっちはエボ。実際にちょっと使ってみて吸水力だったり、あと絞った感じの違いとか、その辺をね見ていけたらいいかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ただいま全国のジェームスで僕が過去に使ってみた洗車用品のいいところだったり悪いところ、特徴などを記載したポップを掲載しております。洗車用品の購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。はい、そしたらまず吸水量の違いをちょっと見てみようかなと思います。量ね、どれだけ吸水するかの量を一旦シルクドライヤーとエボでこうつけてみて、でそっからタオルだけを取り出してどれだけ減ってるか。もちろんそんなひったひたになるまで吸水することはないんですよ。ないんですが、そこに違いがあるのかどうかっていうのはちょっと知りたいのでやってみようかなと思います。まずはサイズはね両方とも M サイズで、こちらシルクドライヤーですね、エボじゃないですね。いきます。でちなみにもう入れちゃったんですが、10リッターずつ水が入っています。でどんだけ減るかっていうところですね。で続いてエボですね。はい、そしたら両方ともひたひたになったのでこれを取り除いていきます。これ難しいね、正確に測れないじゃん。こんな感じでいきます。一旦すげえな、2リッター以上減ってるわ。こっちも同じような感じで。最初なんか濁るね水、ちょっと新品だからかな。はい、同じような感じでいきました。変わんねえな、同じような感じですね。2リッターぐらい
すごいね。普段使ってるシルクドライヤーの方はちょっと水が透明感あるんですが、エボの方は新品だからなのかちょっと濁っています。なので最初にね洗うっていうのも一つ手ですね。あと白いタオルとかと一緒に洗うと色移りとかするらしいのでちょっと気をつけてください。そしたら実際にちょっと使ってみますか。はい、そしたら外にやってきました。この車で試していこうと思います。まずは、ボンネットにちょっと水をかけて、シルクドライヤーとシルクドライヤーエボのその吸水力の違いみたいなのを一回ちょっと味わってみる。その後、丸々車1台吹き上げてどんな感じなのかっていうのを見ていこうかなと思います。そしたらちょっと一旦水かけます。いきます。はい、ボディの状態はこんな感じです。ちなみにこれコーティング剤施工してあります。まだ紹介してないやつなんですが結構良さそう。水はじきがね。こんな感じですね。シルクドライヤーだけじゃないんですが、何か吹き上げるとき浸水状態よりかはこういう撥水している状態の方が吹き上げはしやすいですね。なのでたまにシルクドライヤー全然ちょっと水吸いませんとか伸びますっていうのを聞くんですが、それはもしかしたら撥水が弱かったりするとちょっと伸びちゃう感じはあるかもしれないです。そしたら一旦旧タイプいきますか。旧タイプじゃない、ごめんなさい、通常のシルクドライヤーっていうのかな。で使い方としてはふわっと乗っける。ここだけでもう吸ってるの分かります？吸ってますよね。でこれを手前にこう軽く引く。これだけでかなり吹き上がります。こういった感じ。もう魔法のようですね。この辺は残ってるので拭いていきます。拭いていくっていうのかな、これもう魔法のようです本当に。こんな感じです。やっぱすごいなっていう感じですね。そしたらエボの方いきますかね。これ違い分かんのかなって感じ、個人的には。エボ紺色ですね。これを同じような感じでこうふわっと乗っけます。確かに吸うね。吸うけどこの 50% アップっていうのはどうなの、分かんない。分かるの？すごいね。すごいわ。吹き上がります。どうです？綺麗ですよね。素晴らしい。そしたら続いて屋根ですね。ルーフに水をかけてちょっと吹き上げてみようと思います。一旦広い面って感じですね。すごいねこれ。こっちの方が気になる人多くなっちゃいそうだけど、こんな感じで適当に水をかけます。でシルクドライヤーの M サイズを向こう側からいきますか。僕は半分にしてこの肝の方を、表側にして半分にします。奥側をふわっと投げる感じいきますね。こういう感じ。そうすると奥側までいきます。このままゆっくり引いてで回収。これね、回収するときファッてこういきなりビッてこう引くよりかはゆっくりゆっくり引いていった方が結構水は吸い取れる気がします。気がしますっていうか、吸い取れますね。でエボの方ちょっといきます。これ今かなり水をかけてるんですよ。で上からちょっとこう細かくかけるとこの水滴の粒がどんどん大きくなっていくじゃないですか。こうなるとかなり水分量も多くなるのですぐびちゃびちゃになったりします。なのでこう向こうにこうなんていうんだろう、弾くようにこう流していくっていうのかな。そうすると水滴の塊も結構小さくなりやすいので、こっちの方がなんだろう、長くタオルを使えるっていうのかな。一旦エボいきます。使い方は同じです。パッと乗っけてゆっくり引く。すごくない？このくっきり加減で前側もパッと乗っけてゆっくり引く。これ今ちょっと速度が速かったかな。結構ほんとゆっくり引いてった方が綺麗に拭けますね。こういった感じです。正直分かりません。窓ガラスも、同じ使い方でもいいんですよね。こうふわっとこう投げるのもいいし、僕は半分にこう折ってこう両手でこういう風に拭くことが多いかな。両手で持ってこう拭く。もう結構濡れてきたのでちょっとね筋になる感じはありますが、多分ねこれ車1台はいけると思う。
けると思うけど、ちょっとテスト的にやってるから結構水多めな感じなので、ちょっとねびちょびちょになってますね。この時もやっぱりこういう風に拭くんではなく、ゆっくりゆっくり全体的に吸っていくと拭き筋が残りにくい。でこれも面を変えてあげると、まだ吸えてないところで吸えたりするので、面を変えてあげるといいと思います。で続いてちょっと拭き方だけちょっと側面やっていきますね。めちゃめちゃ撥水してる。一旦エボでいきますか。側面は M だと結構大きすぎちゃうんですよ。でタランってなって操作性が悪いので、これもう半分に折ります。僕はね、この折った方、この折り目の方っていうのかな、この2枚になっている方じゃない方、こっちを僕はこう持って車に合わせて横に置きます。上と下ぐらいでこう拭いていく。もう一回いきますね。濡らします。タオルをエボで言うとこの G オンって書いてある方を中側に入れます。この肝が外ね、こう折れてる方同士をこう持って側面に一旦くっつけます。でこのままこうで最後こう上に行きながらこう回収するみたいな。綺麗に拭き上がってるでしょ。これねカラッカラの状態よりちょっとね湿ってきて重みがある時の方が結構扱いやすいんですよ。はい、そしたら続いて車全体丸々1台ちょっと拭いていこうかなと思います。今ちょっと部分的にしかやってなかったので、もしかしたら丸々1台拭いたことによって何か違いを感じられるかもしれない。今のところね両方ともめちゃめちゃ吸水力いいし、どっちの方がすごいっていうのはあんま感じられてないんですよ、正直。まずはエボじゃない方からいきます。M サイズ1枚だときついか。きつそう。きついわ。引き上がんない。ダメだ。今屋根とボンネットと側面片側ぐらいだけなんですが、もう分かります？ちょっと分かりづらいか。ここだったら分かるか。もうタオルの方がこう拭いてもこういった感じでちょっとビチャビチャしちゃうので、ちょっと1枚じゃねきつかったです。吸水量がほぼ一緒だったので、ここに差は出てこなさそうだけど、ちょっと一回やってみましょうか。次エボでやってみようと思います。多分変わんないと思うんだよな、吸水量同じだとね。なるほどね。こっち新品だからなのか吸い付きが違うわ。くっつくっていうのかな。エボじゃない方は特に最初のうちこうファッと乗っけて拭く時っていうか、こう引く時結構軽いっていうのかな。けどエボはちょっと吸い付くっていうか、なんだろう、セームではないんですが、そんな感じの違うかもしんない。いやー勘違いか、どうなんだ。だけど感覚的にはその、新品との差っていうのもあると思いますが、かなり吸い付きっていうか柔らかさがなんか違うかな。まだ拭けるか。まだ拭けそうだね。ちょっと伸びてきたか。だけどなんかビチャビチャ加減が違うな。もう拭けなくなってきたね。同じぐらいのタイミングだね。まだ拭けなくはないけど S1 枚欲しいなっていう感じは。もうダメだ。エボの方もこんな感じで、もうちょっとビチャビチャっていうか、ちょっと伸ばしちゃうっていう感じで、手元にちょっと S があるので S の乾いてるやつ使います。こうさっと拭けますね。ちょっと拭き残しがあるので S サイズで拭いていきます。吸水力はやっぱすごいね。 50% アップかどうかは正直分かんないわ。分かんないけどすごいわ。なんか違うような気がしなくもない。まだこの辺とか拭けてないので追加で拭いていきます。はい、そしたら最後にどれだけ絞れるかっていうのを見ていこうかなと思います。まずはエボじゃない方から。M サイズですね。今ビッチョビチョです。で絞り方としては、そもそもそんな絞れないんです。これを折りたたみすぎると全然絞れないので、個人的にはこれよりかは
この細長い状態でこう何回かに分けてこう絞っていく。やっぱ絞りにくいね。まだ全然水残ってるんだけど出てこないっていう感じ。ちょっと一応2回ぐらいやっておきました。体力的に結構限界なので、この状態でちょっと車を拭いてみて筋の残り具合とかちょっと見てみようと思います。はい、そしたらこのボンネットを拭いていきます。エボじゃない方です。置いてゆっくり。やっぱどうしても拭き筋みたいのが若干残りますが、ちょっとね一瞬残るんですがすぐ乾く程度ですけど、体力的にこれを 2,3 回繰り返すのはもう正直しんどいといった感じです。はい、そしたら続いてエボの方を絞ってみようと思います。重っ。やっぱこの絞り方だとエボもうこれ以上力が入んないですね。なので止めて端から絞っていきます。変わんないよ。体力的なところで言うと正直変わんない。すげえ楽になったっていう感じは一切しないですね。もう出てこないもんね。しんどいな。もう足びっちょびちょです。もうしんどい。オッケー。それちょっと拭いてみます。はい、そしたら拭いていきます。そんな違いなさそうだけど。変わんないな。これもやっぱちょっとね同じぐらい拭き筋っていうのが残りますね。すぐ乾くんだけどシルクドライヤーエボじゃない方と比べるとそんな違いはないかなといった感じです。はいといった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらジーオンのシルクドライヤーエボ、こちら新商品ですね。ハイグレード版って言えばいいのかなんて呼べばいいのかわからないんですが、シルクドライヤーこちら従来品、僕が過去に使っていたやつ、これもまだ売られています。新しくエボという色が変わって、このロゴがついたものが登場しましたということで、従来品と使い比べてみました。で使ってみた感想なんですが、そもそもこのシルクドライヤーが、めちゃめちゃ吸水力のあるタオルなんですよ。なので、このエボを使って何か劇的に変わったかって言われるとそんな実感することはできなかったです。違うところはあったんですが、これもしかしたら新品との差かなっていうぐらいの差っていうかな。ちょっと一個一個説明していくと、まずこの毛がね柔らかいです。シルクドライヤーの方、こっちちょっとゴワゴワしてるんですよね。これ使い古してるからなのか微妙なところなんですが、かなり毛が柔らかくて、でなんか吸い付く感じですね。だから拭き筋とかはエボの方が少なかった。シルクドライヤーの方は結構さっと引ける感じだけどちょっと抵抗がある。その分拭き筋がなくなったっていう感じかな。このシルクドライヤーもほぼないんだけど、この速度ですね。シルクドライヤーもゆっくりゆっくり引いていけば拭き筋っていうのはほぼないんですが、パッてもう勢いよく引くと拭き筋がね残ることあるんですけど、こっちは抵抗があるのでパッと引けないっていうか、その分、吸水力が上がってるのかなっていう感じは若干しました。で吸水量はバケツでざっくり測ったんですが、そんな大きな差はないかなといった感じです。どういった人におすすめかとか、買うべきか買うべきじゃないかっていうところで言うとすごい難しくて、バンキッシュとステラどっちがいいのかって聞かれてるぐらい難しい。バイオマスターとステラぐらいの価格差があったらまだわかるんですけど、価格差がねそんな大きな差がないのでちょっと判断が難しいです。僕的にねシルクドライヤー今使ってます、満足してますっていう方は、別にエボ買う必要はないかな。けどこれから買う人はエボを選択肢に入れてもいいのかなといったぐらいの差かな。価格差で言うと、僕だったら800円ぐらい高くてもエボかな。1000円以上高かったらちょっと従来品にいっちゃうかなぐらいの差です、僕的にはね。もともとね吸水力が高いものなのでこんな感じになるかなとは思っていましたが、これ以上ね吸うってなったらもう魔法だよ、魔法。本当に勝手になんかかけてないところにもブワーってもう水が集まってくるぐらいじゃないと、うわ変わったなっていう変化が得られないぐらい、シルクドライヤーがかなり吸うので、今回の検証はね非常に難
しいものがありましたね。シルクドライヤー欲しいなと思った方、何枚必要かっていうところでいくと、でワンボックスだったらこの M サイズだいたい2枚欲しいかな。2枚あった方がいいかな。2枚プラス S1 枚あってもいいかな。 M2 枚でざっと拭いて、最後また耐えてきたところ S でちょっと拭くぐらいの方がいいかな。でK とかになってくると M と S とかでもいいかなぐらいのサイズ感です。タオルにしてはねちょっと高いんですが、本当に吸水力高いし、かなり洗車の時短になると思うので、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた来週。やばい言い忘れてました。シルクドライヤー干すのが大変っていう人、ツイッターにもあげたんですが、こちらダイソーのハンガーですね。これ100円のものなんですが、伸び縮みするものがあります。これが M サイズちょうどぴったりです。ここにフックに引っ掛けて干せば簡単に干せるので、ぜひ気になる方はダイソーでこのハンガー買ってみてください。それではまた来週。